こんにちは、旅家です。10年落ち10万キロ走行したキャンピングカー DD と旅に出ました。今日は通り雨が降るサービスエリアからスタートです。日が傾き、景色が優しく色づいた頃、ようやく旅に出発することができました。前回 DIY したテーブル、問題が発覚しました。走行中、テーブルが倒れてしまいます。分かってはいたことですが、何か対策しなきゃですね。雨粒が窓を滑り、景色がにじんで見えます。悪天候の時は焦らずゆっくり休憩をしながら進んでいきましょう。キャンピングカーだったらいつでもどこでも休憩室に早変わりです。コーヒーの相棒はトッポ。飾らない感じがいいですよね。通り雨もだんだんと弱まってきました。後部座席から運転席への荷物の移動、とっても楽ですね。人の移動もできなくはないですが、ドアから出るのがベターです。前回 DIY した玄関マットがとても機能的。運転中はテーブルを倒しておくことにしました。バンクから滴る雨、なんだか特別感があって楽しいです。さて、旅の再開です。今日の目的地は山奥にある温泉施設です。休憩室がとても充実した温泉らしく、今から楽しみです。この車、購入時にオートクルーズをつけてもらいました。個体差なのか、すごくキビキビ動きます。つけてよかったオプションの一つだと思っています。2時間ほど走りました。辺りはすっかり真っ暗になりました。いつの間にか雨もすっかり止んでいました。高速道路を降ります。すでに街は真っ暗。閉店ギリギリ、温泉施設にやってきました。間に合ってよかった。流行る気持ちを抑えて温泉道具を取りに行きます。今日は蒸し暑いから温泉も気持ちいいだろうな。温泉を目的地にした旅って最高ですよね。駐車場のアスファルトはところどころ水たまりができています。
ちらほらと車も止まっていますが、帰る車が多い印象。間に合ってよかった。では、一風呂行ってきます。気持ちよかったです。大きな露天風呂が印象的でした。かわいいキャンピングカー DD くんに帰ってきました。だんだんとスイッチの位置が分かってきました。DD に私が馴染んできたように思います。泊まる場所考えていませんでした。慌てて調べましたが、道の駅などもこの辺はないみたい。帰りの道中、サービスエリアで休もうと思います。スーパーがあったので買い出しをしていきます。キャンピングカーあるある。スーパーなどの駐車場を止めるとき、奥に止めがち。では、買い出しに行ってきます。買い出しが終わりました。車はどこに止めありました。わかりやすい。車を見失うことがないのがキャンピングカーあるある。買ってきた食材を冷蔵庫に入れていきます。冷蔵庫の容量は40リッター。1日分1人の食材であれば全く問題なく入ります。2人3人となるとちょっと厳しい量かもしれません。さて、改めてサービスエリアなどを検索しました。景色のいいサービスエリアが近くにあるようなので、本日の目的地はそことします。なんだかんだ夜9時を過ぎています。だいぶ体力も削られ疲れてきました。人気の少ないちょっと不気味な高速道路。タイヤの音だけが響き渡ります。今日の目的地、オバステサービスエリアに到着しました。体力の限界。ちょうどいい目的地でした。車内に入ってゆっくりしましょう。
柔らかな明かりがそっと心を包んでくれます。オレンジの光って不思議な魔力がある気がします。倒しておいたテーブルをセッティング。ふう、車内で一息。窓を閉めていきます。カーテンを閉めるたびに心がすっと落ち着いていきます。自分だけの空間、一人の世界を少しずつ作っていきます。フロント窓のカーテン、閉める時の体勢が結構辛いのが難点です。よし、準備バッチリ。お腹が空いたので夜食を作っていきましょう。そういえばマルチルームに鏡を貼ってみました。食材と調理道具を取り出します。テーブルを拭いていきましょう。冷蔵庫から今日の食材を取り出します。今日は冷しゃぶうどんを作っていこうと思います。最近は暑くなったのでさっぱりメニューでいきたいですよね。小型の IH コンロに鍋をセッティングします。まずはうどんを茹でていきましょう。お水は最小限で済ませたいですね。このくらい。コンセントを挿します。この位置のコンセント、早いところ改善したいですね。IH をスイッチオン。1500W のインバーター約 30% ほど使用中。エアコンもつけていますが余裕の電力です。電力余裕があるのでマックスパワー 600W で温めていきます。あっという間にお湯が沸きました。ではうどんを茹でていきます。そういえば納車の時もうどん食べてる。なんだかこの車うどん率高いですね。
茹でている間にいろいろ準備を並行してやっていきます。豚バラ肉をカットしていきましょう。まな板に汚れ防止シートを貼って切っていきます。鮮やかな肉の色、食欲がそそられます。うどんの方も忘れずチェック。そろそろいいかな。お皿に一旦引き上げます。冷蔵庫から氷を取り出しました。これでうどんを締めていきましょう。うどんに氷、なんだかとっても爽やか。これでうどんを締めていきます。続いて茹で汁で豚肉を湯がいていきます。水の使用量を最小限にするのがプロ車中泊ニストのたしなみです。ギリギリの水分量ですが茹でれそうです。さて待ってる間に今度はレタスをセッティング。まずは流しで洗っていきます。おっと、こちらもチェックチェック。以前に比べ移動が格段に楽になったので料理の幅が広がります。そうだ、換気扇つけておきます。このスイッチもつけないとつかないんでした。感動。さてトッピングをしていきましょう。水を切ります。湯がいた豚バラ肉を乗せていきます。続いてレタスをちぎって添えていきます。次に氷がまだあるので乗せていきましょう。
爽やかで美味しそう。最後にすだちうどんのタレをかけていきます。レタス、豚、うどん、どれも美味しそう。冷しゃぶうどんの完成です。よーし、ノンアルビールで乾杯しましょうか。氷が余ってたので入れてみます。飲めるタイプの金メダルですね。では今宵の旅に乾杯。美味しい。早速うどんもいただきます。キンキンに冷えてて、豚のうまみ、レタスのシャキシャキ、口の中で広がります。これは美味しい。夏にぴったりですね。すだちの香りが夏の暑さを優しくほどいてくれます。美味しかった。ごちそうさまでした。よし、片付けをしていきましょう。流しの使い方もだんだんと慣れてきました。こうやって少しずつ馴染んでいくのがなんだか楽しい。自分をキャンピングカーに合わせるのもいいし、キャンピングカーを自分に合わせるのもいい。そうだ、このコンセント蒸れやすくてちょっと危険だなと思いました。何か対策が必要ですね。何日か車中泊をして分かったことがあったので、ここで発表をしていきたいと思います。はい、ここで旅へポイントです。いくつか改善点と良かった点見えてきましたので、そちらの方を紹介していきたいと思います。結構たくさんありますので順番に紹介していきます。一つ目ですが、入り口のところに雨どいがありませんでした。今日雨が降ったんですが、ここからピタピタと雨が落ちてきて結構大変でした。この辺りに雨が滴り落ちるような感じでしたので、ちょっとここは改善が必要だなというふうに思いました。同じように運転席のドアの上ですね、こちらのバンク、こちらの方も雨がこう滴ってくるような形で、ちょうど降りてきたあたりに雨が滴ってきました。
これも何か雨どいをつけるなどして対策が必要だなというふうに思いました。続いては照明が足りませんでした。これは撮影をしているという関係もあるんですが、やっぱりちょっと足りないなというふうに感じました。以前のハイエースの時も足りなかったので、こんな風に LED のランタンをつけていたんですが、今回も2箇所つけてます。今後ですね、ここに照明をつけたりだとか、この辺りも照明を変えたりだとかしたいなというふうに思っています。またここにスポットの照明がついてるんですが、色味が白い色味になってしまってます。白い色味と黄色がかったオレンジ系の明かりというふうに分かれているので、これもちょっと改善ポイントかなと思いました。10年落ちのためところどころ汚れているところがありました。前回の動画でもここを削ったりしたんですが、こういったほんの少しのシミですね。ありますね。多分自分でつけたら気にならないんですけど、中古で買うとどうしても気になっちゃうというところがあったりしますので、こういったところはシミ取りなどしてみたいなというふうに思ってます。続いてハンドルについてです。運転時ハンドルを回すとキーキーと音が鳴ります。おそらくパワステのオイルか何かだと思うんですが、10万キロ走ってるのでそれ相応の音がするなという感じでした。鍵がとても多いなと思いました。今は2本に集約しているんですけれども、これが運転用の鍵、こちらがエントランス用の鍵、また他にも水道タンクの鍵や、なぜか入り口の下にある物入れのところに鍵がついていました。水道タンクとこちらの物入れの方は鍵がいらないように加工をしてあります。社外品でキーレス化するものもあったりするので、その辺試してみたいなと思います。ついでに言うと、こちらの鍵ですね、エントランスの鍵が独立しているので、ここもキーレス化何かできないかなと思っています。次は収納面が足りない点です。いろんなところに物が置けるようにはなっているんですが、隠せるような扉がついたような収納があまりありません。こちらのマルチルームなど使うことはできるんですが、食器類などはここに入れるのはちょっと考えづらいなと思ったりします。この辺りのキッチンルームあたりに何かこう棚ですとか、そういったものを作りたいなというふうに思ってます。次は完全に趣味の問題なんですが、カーテンが柄がついてるんですよね。柄物は私の趣味ではないので、何か無地のものに変更できたらなぁと思ったりしています。続いてまたデザインの話なんですが、ソファーのオレンジの色、とっても可愛いなとは思うんですが、部屋全体が木目調でオレンジ系統、明かりもオレンジ系統、そしてソファーもオレンジという風になっているので、ちょっとオレンジが全体的に強すぎるかなという風に思っています。あちらのベッドがグレーでシュッとした感じなので、ソファーの方もグレーにできたらいいかなという風に思っています。続いてはシャワールームがない点です。狭い車内なので限界があるかとは思いますが、何かシャワーが出れる仕組み作れないかなと思っていたりします。次はドアの閉まりについてです。こういったタイプのエントランスドア、私は初めてなんですが、一般的にこんなもんなんですかね。
閉まらないんですよね。もうふっと閉まる感じがちょっとなぁと思っています。このぐらい強く閉めないと閉まらないという風になってますので、何か改善できるところはないかなと思ったりしています。続いては燃費ですね。燃費の方がリッター約7、そして良ければ8という感じになっています。前回のハイエース GT グランデがおおむねリッター10キロぐらいだったので、やっぱり少し燃費が悪くなったなという気がしています。これだけ大きなものを積んでいるので、やはりその分燃費が落ちるのかなと思いますが、何か改善ができたらいいかなと思ってたりします。最後は冷蔵庫です。エンゲルの40リッターの冷蔵庫入っているんですけれども、この冷蔵庫だからというわけではないと思いますが、冷蔵庫の音ですね。この大きい音が気になるなと思っています。モーター音と振動が結構します。寝てる時に冷蔵庫つけているとブーンという音がしてくるので、これがちょっと気になるなと思っています。以上が気になる点、これから改善していきたいなと思っている点でした。続いては良かった点です。最初にも言いましたが、この車加藤モーター DD 購入して本当に良かったなというふうに思ってます。いいポイントたくさんありましたので、それも紹介していきたいと思います。一つ目はこちら、無限バッテリーです。1200Ah の超大電流のバッテリーを積んでいます。そのため電気の心配一切ありません。エアコンを使ったり、電子レンジを使ったり、家電を使うことたくさんありますが、この大電流だと全く心配なく使えます。どこでも車中泊ができる、そんな安心感をこのバッテリーは与えてくれます。続いては同じくバッテリー関係なんですが、インバーターの位置がとてもいい位置にあるので音が気にならないということがあります。私のキャンピングカー、このソファー下にバッテリーを積んでいます。ですがインバーターや走行充電器などはこちらの荷室の奥の方に入れてあります。特にインバーターが電気を使うとファンが回ってうるさかったりするのですが、あそこの下に入っているとほぼ音がここまで来ません。なのでかなり静かに電気を使うことができます。続いてデザインについてです。この木材をふんだんに使ったデザイン、ぬくもりのある雰囲気がとても気に入っています。これは私だけかもしれませんが、木材だったら釘打てるなぁなんていうふうに思ったりするので、拡張性も高く、やっぱり木の家っていいなぁと思っています。続いてはベッドについてです。このベッド、ダブルベッドサイズくらいあります。キャンピングカーを買う決め手にもなったこのサイズ感、とっても気に入ってます。こちらのバンクベッドもかなり広く2人は寝れることができるかなと思います。またこちらのソファーもここを引っ張ることによってベッドを作ることができます。子供サイズではあるんですが、緊急のベッドを作ることができるので、ここに1人、そこに2人、バンクベッドも頑張れば2人、そして実はここに赤ちゃんなら入るそうです。本当かなと思いますが、一応そんなことが紹介されていました。なので5人と赤ちゃん1人ぐらいならしっかり寝れるんじゃないかなと思います。続いてベンチシートです。 L 字の形状になっているんですが、これがとても座りやすかったです。座った時にある程度お尻を支える面積もありますし、こちらの背もたれも
いい角度を自分で調整することができます。こちらの方に座っても同じように調整することができます。私的な一番お気に入りポジションはこの L 字の角の部分ですね。この部分が自分の好みの角度に合った座り角度作れたりするのでいいなというふうに思っています。すでにテーブル DIY して移動できるようになっているので、テーブルの位置が悪いとかいうこともなくなりました。なのでこのソファーですね、かなり快適です。そして最後はエアコンです。やっぱりこれ最強です。エアコンがあることによって夏全く怖くないですね。また音もかなり静かなので騒音が気になったりすることもなく、夏快適に車内で過ごすことができます。これはやっぱり絶対必要で最高のアイテムでした。以上、今のところ気になるこの車のいいところ、そして改善ポイントでした。総評してやっぱり最高だなというふうに思っています。これから改善ポイントをまた自分で DIY できるというのも私の楽しみだなと思ってます。以上、旅へポイントでした。現実世界に帰ってきました。よし、寝る準備をしていきます。今日はお楽しみ、バンクベッドで寝てみます。初めて寝てみますが、結構広いですよね。展開の仕方もとっても簡単。入り口パネルを下ろしたらクッションを置くだけです。はしごもついているので、あとはこれを下ろせば、はい、完成。さあ、寝心地はいかに。このバンク結構広い。寝転がりや寝返り余裕でできちゃいます。よし、布団をセッティングしていきましょう。子供の頃の2段ベッド、もしくはロフトベッドに寝るようなワクワク感。大人になってもあの気持ちは忘れられません。大人になると布団は誰も敷いてくれないので自分でセット。結構きつい体勢で布団を敷いていきます。ああ、しんどい。なんとかセット完了です。枕を置いてもげんこつ2つ分ぐらいは余裕がある。照明も絶妙な位置ですね。これで布団はセット完了。お着替え忍法いきましょうか。忍法着替えの術、バッチリです。寝支度を済ませていきます。よし、寝るぞー。おっと、これもキャンピングカーあるある。電気を消さなければ。さあ、1
一日の締めくくりです。ふふふふふ、こりゃあいいですね。では寝る前の旅家じゃんけん行っておきましょうか。旅家じゃんけん、じゃんけんパー。私はパーを出しました。ではおやすみなさい。よく眠れました。バンクベッド、メインのベッドに比べるとやっぱり寝心地は良くない。でも十分快適に寝ることできたと思います。はしごをこのように置くと移動が少し楽になりました。コンセントがなかったので夜中延長コードを引っ張りました。これも DIY でどうにかなる気がしています。ちなみにバンクベッドを下ろしていてもギリギリ歩けるかなといった感じ。前の GT と同じぐらいの高さです。さてバンクを片付けて朝食モードに切り替えていきます。一般的なバンクベッドと比べかなりシンプルな構造。これなら面倒に感じることはなさそうです。あっという間に片付け完了。よし、お着替え忍法行きましょう。忍法、着替えの術。よし、天井が高いと忍法がしやすいですね。このサービスエリア、景色が綺麗と有名です。ちょっと見に行ってみましょう。空は晴れ渡り、芝が綺麗です。奥の方に街が見えますね。わあ、綺麗な景色が広がっています。果樹園の向こうに街が見えます。どこまでも静かで美しい景色です。なんだか気持ちまで晴れ渡りますね。よし、車内に戻りましょう。我が家に戻ってきました。よし、朝食を作りましょう。
日が差してだんだん暑くなってきました。エアコンをつけておきます。かなりこのエアコン静かです。音量はだいたい45デシベルぐらい。外の音量は60デシベルを超え、エアコン吹き出し口では66デシベルくらい。エアコンより外の音の方がうるさい感じ。優秀です。冷蔵庫から朝食の食材を取り出します。朝はホットサンドを作っていきます。封印されしロボのカバホットサンドを取り出します。どうなっても知らんぞ。巻き方を忘れちまったからな。今日はお惣菜のかぼちゃサラダをサンドしていきます。ホットサンド、何を挟んでも美味しいと思いますが、かぼちゃのサラダもまた美味しいんですよね。ちょっと味見しちゃいます。あとはパンで挟んでサンドしていくだけです。コンセントを挿してスイッチオン。ロボのカバくん、よろしく頼むよ。エアコンとホットサンド両方使って消費電力は 70% ぐらい。 1.1kW 消費していますが、全然怖くないです。さて、焼き上がりました。いい具合に焦げ目がついています。ホットサンドカットしていきましょう。わあ、美味しそうな断面。食欲がそそられます。かぼちゃのホットサンド完成です。冷やしておいた飲み物も出します。では、いただきます。美味しい。かぼちゃサンド、間違いないですね。今回も10年落ち10万キロ走ったキャンピングカー DD で旅に行きました。今回の旅は温泉旅。泊まる場所はサービスエリアでしたが、快適な一日を過ごすことができました。いいところや改善したい点、いろいろなポイントを挙げてみました。すべて DIY で良い点にひっくり返していきたいと思います。この後の DIY や車中泊、ぜひお楽しみにしていてください。動画の最後におまけがあります。なんとDD 君
動かなくなってしまいました。DIY をしていたところ、私の不注意でとあることをしてしまいました。ぜひ最後までご覧ください。現在車は修理中。しばらく入院していますが、整備士さんからは良くなるよと励ましてもらっています。窓開け忍法いきましょう。よいしょ。いい感じ。こちらも窓開け忍法。よいしょ。いい感じです。安全のためテーブルは倒して移動したいと思います。今日の物語はいかがだったでしょうか。小さな旅の物語はこれからも続きます。チャンネル登録やベルボタンを押していただくと最新話を見逃しません。メンバーシップでは裏話や皆さんとの交流を楽しんでいます。X、Instagram、TikTok も運営しています。それぞれのリンク、詳細は概要欄をご覧ください。それでは次の旅でまたお会いしましょう。この後の衝撃映像ご期待ください。やっちゃいました。おそらく冷却水、ピンクい液なので冷却水だと思うんですが、漏れちゃってます。車体にちょっと穴を開けようと思ってドリルを回していたところ、多分配線に当たってしまいました。今から修理に出したいと思います。いらんことしちゃいました。この奥ですね。バッテリールームの奥の方、この奥でやってしまいました。こっちの方、ここをね、穴開けようと思ったんですが、やってしまいました。ショックです。